ダニエル書はいつ記されたのか、そして4つの帝国の正体とは、ダニエルの予言を現代の事象に当てはめる前に、一つの重要な問いがあります。ダニエル書がイスラム以前に書かれたと、どうやって確信できるのか、という点です。歴史学者の間では、ダニエル書がイスラム誕生の約1000年以上前には、すでに存在していたことごと実に異論はありません。ダニエル書は、紀元前3世紀に完成したヘブライ語聖書のギリシャ語訳である70人訳聖書、セプトゥアギンタにすでに含まれています。また、紀元2世紀イスラム誕生の400年前の高名な歴史家ヨセフスは、ダニエルの予言について言及し、4つの帝国について述べた際、4つの帝国を打ち砕く石はまだ現れていないと記しています。当時の人々は一神教を再興し、不信心な帝国に立ち向かう、その民、アッマーがいつ現れるのかを待ち望んでいたのです。歴史的出来事への当てはめ、預言者ダニエルが目撃した幻を実際の歴史に照らし合わせてみましょう。1、第一の獣、バビロニア帝国、新バビロニア。ダニエル自身がバビロンにいたため、最初の獣である、ワシの翼を持つライオンはバビロニア帝国を指します。驚くべきことに、この翼を持つライオンは当時のバビロニアの象徴そのものであり、今日でも当時の神殿の遺構にその姿を見ることができます。2、第二の獣、ペルシャ帝国、アケメネス朝。バビロニアの次に現れたのは、キュロス大王率いるペルシャ帝国です。幻の中の、クマが加えていた3本のあばら骨は、ペルシャが3つの大陸にまたがって領土を拡大した象徴であると考えられています。3、第3の獣、アレクサンドロス大王のギリシャ。ペルシャの後に現れたのが、4つの翼と4つの頭を持つヒョウです。ヒョウはその俊敏さから、アレクサンドロス大王による空前絶後の征服スピードを象徴しています。ギリシャ文化においてヒョウは崇められた動物であり、大王自身もヒョウの衣装を施した兜をかぶって戦ったと言われています。また、4つの頭は、大王の死後に帝国が4つの王国に分裂した史実と見事に一致します。4、大死の獣、ローマ帝国。ダニエルを最も驚かせた巨大な大死の獣は、強大なローマ帝国です。10本の角の正体。この獣から生えた10本の角は、一神教を信じる初期キリスト教徒を激しく弾圧した10人のローマ皇帝を予言したものです。イエス、彼に平安あれの昇天の地、最初の3世紀間に起きた凄惨な迫害は、キリスト教史において、10の大迫害として知られています。第11の角、王の台頭。信仰者を虐げた10人の皇帝の後に現れた、第11の角。これこそがロマ帝国で最も危険な皇帝です。彼は3人の強力な王を打ち負かして権力を掌握し、その後、神に対する不遜な言葉を吐き、真理を歪める、信仰への攻撃、クフルを広めることになります。第11の角の正体、コンスタンティヌス大帝と預言の成就。では、一体この第11の角とは誰のことなのでしょうか。歴史的事実として、一神教を信じるキリスト教徒を弾圧したことで知られるローマ帝国の10人の皇帝の後に現れたのは、コンスタンティヌス大帝です。つまり、第11の角とはコンスタンティヌス大帝のことなのです。歴史が示す通り、この皇帝はまさに予言にあるように、3人のライバル、3本の角を打ち倒して権力を掌握しました。彼が制圧した3人の皇帝とは以下の通りです。マクセンティウス皇帝、マクセンティアス。マクシミヌス2世、マキミナス2。リキニウス皇帝、リシニアス。コンスタンティヌスは彼ら全員を破り、帝国の絶対的な支配者となりました。しかし、ダニエルの幻にあるように、この第11の角、コンスタンティヌス大帝はどのようにして、意図高き方、神に逆らう言葉を吐き、冒涜を行ったのでしょうか。預言にはこう記されています。彼輩と高き方に逆らう言葉を吐き、不信仰の言葉を口にする。意図高き方の生徒たちを悩まし、一神教を信じる人々を弾圧する。時と法を変えようと図る。聖なる日や法を改変する。彼らは一時期、二時期、半時期の間、彼の手に委ねられる。彼の帝国の支配と戦王が 3.5 世紀続く。コンスタンティヌス大帝は、これほどまでに忌まわしい特徴に合致する何を成したのでしょうか。驚くべきことに、コンスタンティヌス大帝はキリスト教の歴史において、最も危うい変革をもたらした人物なのです。彼は人類史上、最も重大な影響を及ぼした会議の一つである、ニカイア公会議、西暦325年を招集しました。この会議において、純粋な一神教は歪められてしまったのです。預言者イエス、彼に平安あれがもたらした純粋な一神教は否定され、コンスタンティヌスは諸国民に、イエスの神格化を強々言いました。そして、イエスを一人の預言者と信じる一神教徒のキリスト教徒たちを弾圧し始め、
意図高き方の生徒たちと戦ったのです。アダム、彼に平安アレイの時代からコンスタンティヌスの時代に至るまで、神の唯一性、タウヒードがこれほどまでに組織的に挑戦を受け、改ざんされたことはありませんでした。また、コンスタンティヌスは予言の通り、時間を変えました。彼は、それまでの聖なる日であった土曜日、安息日を廃止し、日曜日を崇拝の日へと変えたのです。一神教徒への迫害は、コンスタンティヌスの時代からローマ帝国の国策となり、それは約3世紀半、350年にわたって続きました。では、コンスタンティヌスの登場から350年後、一体何が起きたのでしょうか。ユダヤ教やイスラム教で用いられる太陰暦、太陰太陽暦に基づくと、3時期半は約330数年余りに相当します。コンスタンティヌスが即位した西暦306年にこの数値を加算すると、その結果は西暦640年頃となります。この時期に、まさに何が起きたのでしょうか。この時こそ、イスラム共同体、ウンマーの栄光の時代であり、ムスリムがエルサレムに入場し、全地の諸国民に再び純粋な一神教、タウヒードが広まった時代なのです。コンスタンティヌスの時代以来、初めて一神教が勝利を収め、イスラムの民が地の王国を領有したのです。これについて、聖クルアーンの中でアッターはこう仰せられています。信仰する者たちよ、アッターの助っ人となりなさい。マリアの子イエスが人たちに、アッターの道のために、誰が私の助っ人となってくれるかと言った時のように、人たちは言った。私たちがアッターの助っ人です。そこでイスラエルの子らの一派は信じ、他の一派は拒否した。我は信じる者たちを敵に対して助けたので、彼らは勝利者、支配者となったのである。列章14節。彼らは、預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれの使わしによって勝利を収めました。ムハンマドの使命によって、かつてイエスがもたらした一神教が復活し、再び諸国民の間に広まったのです。そして預言者ダニエルの時代以来初めて、パレスチナの聖地が、統治、法、主権のすべてにおいてアッターの唯一性、タウヒードへと回帰しました。エルサレムは、バビロン、ペルシャ、アレクサンドロス、ローマという異教、多神教の支配を転々としてきましたが、西暦630年代、ウマル・ブン・ハッターブの時代に初めてムスリムがそこへ入場しました。ダニエルの時代から数えて歴史上初めて、信仰者たちが聖地を統治し、預言者ダニエルが預言した通りに、地の王国を与えられたのです。人々はローマ帝国の圧政から解放され、望む者は一神教へと立ち返ることができました。考えてみてください。ダニエルがバビロンで捕囚の身となり、絶望的な状況の中でこの幻を見た時のことを。彼は、1000年以上後に偉大な指導者、カリフが現れ、神の助けによって預言者の地エルサレムを解放し、一神教を復興させることを見たのです。それだけでなく、その指導者が、かつて自分、ダニエルが囚われていたバビロンそのものをも領有することを目撃したのです。おそらくそれゆえに、ダニエルは、地上に一神教が復活し、この驚くべき幻が実現するその時まで、自分を埋葬しないでほしいと主に願ったのでしょう。そして、その死から1000年以上の時を経て、ウマル・ブン・ハッターブの時代に、預言者ダニエルはついに、ムスリムの手によって埋葬されたのです。コンスタンティノープルの陥落と永遠の勝利、ダニエルの預言の完結。ダニエルの預言は、これだけにとどまりませんでした。彼は、ムスリムがコンスタンティヌス大帝ゆかりの地、つまり彼の名を冠した東ローマ帝国の首都コンスタンティノープル、現イスタンブールをも領有することを予言していたのです。ダニエルは、この第11の角の王国が意図高き方の生徒たちに与えられると予言しました。そして事実、コンスタンティノプルはイスラムの地となりました。預言者ダニエル、彼に平安アレイが予言した通り、ムスリムは第11の王の王国を掌中に収めたのです。しかし、意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠に、代々限りなく、その国を治めるであろう。アッターにかけて、彼らは確かにその国を受け継ぎました。それは生徒たちに授けられたのです。預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれはコンスタンティノープルの征服を予言し、それを征服する最初の軍勢は罪を許されると告げられました。彼らはその王国を領有し、今やその正当性を争う者は誰もいません。そこは永遠にムスリムの地となったのです。4つの獣を凌駕した唯一の民。ムスリムは、ダニエルが幻で見た4つの帝国すべての地を領有しました。わずか1世代のうちに、イスラム共同体はバビロン、イラク、ペルシャ、シャーム、シリア、レパレスチナ、エジプトを解放し、
その勢力は東は中国から西はアンダルシア、スペインまで広がりました。4つの獣のどれ一つとして、一神教を掲げるこの団結した民の前に立ちはだかることはできなかったのです。聖クルアーンの中で、アッターはこう約束されています。アッターは、あなた方の中で信仰して善行に励む者たちに、彼以前の者たちが継承者とされたように、必ず地上の継承者とすることを約束された。また彼らのために選ばれた宗教を確立し、彼らの恐れを安寧に変えられる。彼らは我に仕え、何者も我に配することはない。光の章55節。また、預言者、彼に平安あれはこう言われました。昨夜、私が眠っている間に、地上の宝庫の鍵がもたらされ、私の手に置かれた。ブハーリー・ムスリム合意。彼が見た幻の通り、そしてその1000年以上前にダニエルが見た幻の通り、地上の帝国はイスラムの民のものとなりました。永遠に続く神の法。その主権は永遠の主権であり、決して消え去ることはない。イスラムの法と神の唯一性、タウヒードの教えは、審判の日までこの地に留まり続けます。預言者、彼に平安あれはこう告げられました。この宗教は、夜と昼が届くすべての場所に必ず到達する。アッターは、都市の家であれ砂漠の天幕であれ、すべての家にこの宗教をもたらされるだろう。ダニエルの預言は、イスラム共同体以外のいかなる民にも当てはめることは不可能です。時期、出来事の詳細、帝国の描写、そしてその後の歴史的推移に至るまで、すべてがイスラムの台頭と一致しています。幻の中の、人の子とは預言者ムハンマド、彼に平安あれに他ならず、意図高き方の生徒たちとはイスラムの義人であり、奮闘する者たちなのです。彼こそが、ネブカドネザルが夢に見た、あの石です。偶像の像を打ち砕き、不信心な帝国を粉砕したあの石です。預言者、彼に平安あれは自らについてこう言われました。私は、建物を完成させる、最後の一つのレンガであり、預言者たちの最後である。アッターよ、ムハンマドとその家族、教友たち、そして審判の日まで聖堂に従う者たちに祝福と平安を与えたまえ。アーミーン。そして神の御心、インシャーアッターにより、いつか日本にもイスラムが広まり、人々が偶像崇拝を離れて唯一の神への礼拝へと導かれることを願ってやみません。